Wann wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen eingeführt? これドイツで起きるの？マークにやられた。泣き。なんか昔、それ食べると、モイン、今日はいろいろあった最近のドイツ生活についてお話ししようと思います。先日、以前借りていた車のリースが終了してしまったので、ガソリン車から電気自動車に乗り換えました。これまではフォルクスワーゲン T6R というモデルのガソリン車と旅をしてきました。最初はフォルクスワーゲンどうかなと2人ともあんまり期待していなかったんですが、最後は愛着も湧いて思い出いっぱいの車との別れにうるっとしてしまいました。生き物じゃなくても一緒にたくさんの時間を過ごすと寂しい気持ちになりますね。そして今回はベンツにする予定だったんですが、結局フォルクスワーゲンが思っていたよりも良かったので、フォルクスワーゲン ID.4 の GTX という以前の T6R と同じ通常のモデルよりもスポーティーな性能を持ったモデルにしました。なんかすごく広くなった。広くなった。で、テスラみたいな感じのあれだね。現在はこここれも結構広くなったの？ここで充電できる？おお、ベサー。納得した？納得しました。このマークの前のモニターに書いてあるやつじゃなくて窓に書いてあるの？窓に書いてある。そうなんだ。GTX は電気自動車なので、スポーティーとはいえ180キロが限界なのはちょっと物足りなく感じていたんですが、徐々に慣れてきて、むしろスピードを出しすぎるマークさんの制御になるので、少しホッとしていたりもします。そしてガソリン車最後のドライブは230キロで幕を閉じました。一応リミッター上限は250キロですが、メーター上は260キロを超えることもありましたね。そして今回改めて約3週間の南ドイツ旅行に出ていたんですが、ドイツは充電スタンドが多いので全然問題なくて安心しました。むしろこれまでは片道6時間前後で1回トイレとコーヒー買いに行くだけの休憩だったんですが、電気自動車はそうもいかないので2回ほどの充電休憩を挟んで、かなり健全なロードトリップになった気がします。それから充電スタンドのそばで完全無人のレーベレディスマートボックスというお店を発見しました。抹茶ラテ。どこでも抹茶があるの面白いな。マカアップルショーレは大丈夫？あるよ。いや。レーベのやつ。ね。わかる。わかる。ここにはない。カメラの数すごい。本当だ。やば。すごいね。どうぞ。やめてよ。怪しいから。リアルタイムで見てるかもしれない。できた？何落としたの？中飛び出てきてるじゃん。ひどい。やられた。マークにやられた。泣き。じゃあ出るよ。ごめんなさい。汚しちゃった。すいません。開けます。トイレは男性はいいですけど、女性は無理ですね。トイレットペーパーも便座もございません。
他にも電気自動車にして面白いなと思ったのが、ブレーキを踏むとこんな感じで充電してくれるんですよ。すごくないですか？南ドイツにある黒い森と呼ばれるエリアの有名なシュバウツバード・ホーシュトラーセという長い通りを下っていたんですが、合計4から 5% くらい充電してくれました。あと電気自動車関係ないと思うんですが、チャット GPT が使えるようになっていたのも驚きましたね。Welche Familie war mehr wohlhabend? Die Hohenzollern oder die Wittelsbacher? Wann wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen eingeführt? ChatGPT sagt, die Geschwindigkeitsbegrenzung. もちろんファクトチェックは必要ですが、ふと気になったことを聞けるので便利ですね。そしてこの夏はなんとドイツなのに40度を超えまして、毎日溶けそうな思いで旅をしておりました。比較的新しいホテルにはクーラーあるけどね。古いとまあないよね。扇風機もないパターンは予想してなかったけどね。まあ何も期待しない方がいいよ。まあそんな時は持参のビニール袋に水を入れて暑さをしのぎました。家もね、クーラーがないんだよね。そんなに古い家じゃないんだけど、残念ながら。で、クーラーを設置するとなると、まず建物の壁に穴を開けるところからスタートになるのと、あと、不動産会社の許可でしょ。それから州の法律も確認した方がいいよとマークが言うので、まあ、この家にいる間は無理かなっていう感じ。今日はちょっと暑いので、先日買ったゼリーを食べようかなと思います。マークはこれ食べたことある？あるよ。ガタスパイズとも呼ぶし、ワックルプディングとも呼ぶし。そうなんだ。なんかよく考えると、ガタスパイズって面白い名前だよね。ああ、何？神々のごちそうって感じ？そうだね。ちょっとおしゃれな言い方だね。ね。綺麗に見える。そしてそんな異常な暑さの後には、これまたドイツでまさかの竜巻が発生しました。Was ist das? ツイスター？そうだよね。来てるね。来てるよね。ちょっと大丈夫そう？マジ？ドイツで起きるの？起きるのって。すごいね。初めて見た。日本でも見たことがない。ちょうど竜巻ができてすぐくらいに撮り始めたんですが、意外とできる時はあっという間なんですね。できてからも崩れかけてはまた形をなし、少し移動したかと思えば急に移動速度を速めたりして綺麗だなぁともつい思ってしまうんですが、同時に近づいてくる恐怖も感じましたね。自然の恐ろしさと美しさは紙一重ですね。山名は種食べる？それとも種？黒い種は食べない。昔はこのベージュのやつも食べなかったけど、最近はなんかあまり気にならないから食べるようになったかな。なんか昔、それを食べると、お腹の中からスイカが入ってくると。日本でもよくそれ言われてた。昔は食べなかった？昔は全部取ってたよ。そうなんだ。取ってから食べてた。そうなんだ。私昔から全部食べた。あんまり気にしないで。騙されない男だね。だって本当だとしても、ただお腹の中なんか棒のスイカゲットできると痛いでしょ。残りの夏はなんとか扇風機と冷たい食べ物で乗り越えようと思います。